皆さん出後手って得意ですか？出後手って相手がすごい早くバーンって出てきた時にこの小手先にしか当たらなかったり、この肘にばっかり当たってなかなかここを捉えられない、それからどういうタイミングで打てばいいのかわからない、そういうふうに悩みがちだと思います。そこでこの動画では前回好評だったこの目打ちを飛躍的にレベルアップのシリーズ続編として、今回は小手打ち、こちらについてお伝えしていきます。皆さんこんにちは。剣道ステップアップチャンネルの K です。この動画ではこの剣道ステップアップチャンネルというサイトの剣道の動き方、その中でも小手打ちを飛躍的にレベルアップするポイント6選、こちらについてお伝えしていきます。この剣道ステップアップチャンネルは剣道をやったことがない方から剣道を10年以上続けられている方まで、皆さんにお楽しみいただけるような動画をこのようにどんどん投稿していっておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。If you want to know about Kendo in English, you can translate this website by this English button. If you have problems about Kendo, please comment to this video. はい、それではこの動画では小手打ち、特に出小手についてお伝えしていくんですけれども、出小手って結構難しいですよね。的がここしかないっていうのがまず難しい。なんかこの小手とかの拳とかこの肘とかにはまあまあかすることはあっても、バックしここをパーンって打つのって、実際至難の技だと思うんですよ。でどうしてもその打つ時に小手って大地技されやすいんですよね。こうやって払って面とか小手に対して小手面とかバンバンって合わせられると打たれちゃう。でそれが怖くて打つ時にこんな小手打ち、私も小学生の時ずっとこんな小手打ちしてましたけれども、そんな小手打ちになっちゃったり、そもそもどのタイミングで小手打ちに行けばいいのか分かんない、怖いっていう風になっちゃう、そんな経験皆さんもあるかと思います。今日はですね、それらを全国出場経験のある私がどうやって解決していったのかっていうのを一つ一つポイントを絞って6選っていうことでお伝えしていきます。でこの6選っていうのは、最初の5選は動き方についてで、最後の1つは実際に打つタイミングですね。こちらについてお伝えしていくので、興味のあるところに皆さんポイント飛ばしていって構いませんので、いいように見ていっていただければと思います。それではまず1つ目、こちら、この小手を冴えのある打ちで打つっていうことです。こちらについてはこの一撃で冴えのある打ちを打つ方法をこちらで、お伝えしているので、本当にポイントだけお伝えしていくと、この小手を打つ時にただこうやってガスって打ってもなかなか触っている、当たっているのに一本にならないっていう風になりますが、この小手をポンって冴えのある打ちで打つと、審判もいい音が鳴った、間違いなく小手の打突部に当たった一本っていう風になるんですね。その冴えのある打ちを打つにはどうすればいいかっていうと、この打つ瞬間に握る、この拳を打つ瞬間に握るとしっかり冴えのある打ちが打てますよっていうことを詳しくですね、こちらの動画でお伝えしていますので、ご興味ある方はこちらも見てみてください。それでは2つ目のポイントにいってきます。2つ目は、小手打ちを打つ時にこの左手を若干拳1つ分ぐらいずらすということですね。このやり方はこちらの動画、一撃で右手打ちを直す方法とやり方としては同じになるんですけれども、この右手打ちを直すのに左手は拳1つ分ぐらいこっちにずらしていけば、いくら右手に力が入っててもスレアぐらいになってまっすぐ打てますよっていうことをお伝えしているわけですけれども、これは実は小手打ちにも通ずるものがあります。でこの左手をちょっとずらすっていうのはどうなのよ、中心からずれてるじゃん。今までかたくなに左手は中心って言われて、はいって言ってずっとこうやってたのに、
こうみたいな風に感じる方もいらっしゃると思うんですが、実際に剣道日本の表紙とかで先生方がこうやって構えてる時に、たまに左手がこう中心からあえてずらして構えてらっしゃる方っていらっしゃるんですよ。何が正しい何が正しくないっていうのを一概に決めつけるのは難しいと思います。ただ、私の経験論として左手を拳一つ、拳半個分でもいいかもしれないですけれども、ちょっとずらすと小手打ちも良くなります。なんでかっていうと、小手打ちってこれがあなたが私の小手を狙っているというふうにこの視点を見ていただきたいんですが、相手の右小手ってここにあるわけですけれども、これがあなたの竹刀だとして、相手が面を打つ時ってこの状態からこんな感じで面を打ってくるわけですよね。でその時のこの小手を打ちたいんだという時に、まっすぐここからこうやって自分の左手が中心にあるという状態から、この細いエリアを打つのってすごく難しいんですよね。かなり狭いですけれども、ちょっと左手を今ちょっと私もやっちゃいましたけど、左手を極端な話、極端に分かりやすいように今言いますけれども、左手をあなたから見てこっち側にずらすと、相手の右小手側にずらして打つと、こうやって相手の右小手に対してもうクロスするように90度で狙えるんですよ。小手ってここ打ってもいいし、ここ打ってもいいし、ここ打ってもいい。今まではこう細長く線でなんとなくこうやって打つしかないっていう風にでずーってずれるみたいな、そういう風になってたのを、ちょっとこっち側から打つことによってちゃんと捉えられるんですね。ここ打ってもいい、ここ打ってもいい、ここ打ってもいいってなるんですよ。自分の左手がこっち側に、右小手側にあれば。で、私が小手打つ時にこんなことはしませんよ。たまにいらっしゃるんですよ。これで本当に素晴らしい小手をスパーンって決められる方いらっしゃるので、否定はしないんですけど、これはちょっとやりすぎかなって思います。これはちょっと基本から外れてますし、これが刀だったらそれで切れるんですかっていう話になるので、それはせずに拳1個分ぐらいずらした状態でこうやって打つようにすると、その状態でただまっすぐ振り上げてまっすぐ振り下ろすだけで小手に当たるんですよ。なので普段の基本のこの目打ちありますけれども、これを左手をちょっとずらしてこのまんま小手の高さまで振り下ろすことで本当に小手打ちになるんです。小手小手小手、これをだんだん小さくしていくと、それが小手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 、この大きさでちょっと左手をずらした形に結果的になって打つと、この左手を若干こうずらすっていうのが2つ目のポイントです。はい、では3つ目のポイントですけれども、基本的なことを言いますが、しっかり中心を取った状態から小手を打つっていうことですね。しっかり中心を取っている状態の時にこうやって普通に攻め合っていて、自分が中心取っていれば相手の竹刀って必ず中心から外れているわけなんですね。でその状態から上から打つにしても下から打つにしても、自分が中心をしっかり取っていれば上げて下げるだけで、よく言われるのはこうやって上げた瞬間に相手の竹刀がこの突っかかりがなくなってスッてずれるっていう、で下げた瞬間にスッてずれるっていう、その瞬間に小手をバンって打つ、これがよく言われる中心を取って相手の竹刀を押して外して小手を打つものですけれども、仮に相手の竹刀が
跳ね返ってこなくたって、この中心を取るっていう考え方は有効です。なんでかっていうと、自分の竹刀がこうやって若干相手の中心から外れてる状態から固定打ちに行くと遠回りになるんですよ。こうやって一回外れた状態から固定打つのに、中心から打てば一瞬で123っていって12、こういうふうに一瞬でパーンって打てるんですけど、自分の中心が外れてしまっているところから固定を打とうとすると、ぐるーんと回して固定ってなってしまって相手に応じられやすい、ああ固定来るなって分かって払って、ね、なんていうのが簡単に打たれてしまう。なので固定は一瞬で勝負を決めなきゃいけないんです。本当にスパンって一瞬で決めるということがコツですので、その一瞬で固定を打つっていうためには、やはり中心を取った状態から最短距離でスパンって打つというのがおすすめです。はい、それでは4つ目なんですけれども、これは間合いですね。また基本的なことを言いますが、固定を打つときは一足一刀が個人的にはおすすめです。遠いと自分の打ちが相手に見切られちゃうんですよね。相手と竹刀がもう接してるわけでもないのに、思いっきりバーンって打ちに行くと、そりゃガラ空きになりますよ。遠くからすごい一瞬でスパンって決めるべき固定を遠くからよいしょーって打ちに行けば、そりゃごちそうさまですってなっちゃうんで、これは良くないっていうのは分かると思いますし、近すぎるところから一瞬で固定打とうってなると、どうしてもこの物打ちで打たなきゃいけないので、手が縮こまったり腰が縮こまったりで、その結果こうやって合わせたとしてもなかなかこの固定を捉えられない。肘に当たっちゃったり拳に当たっちゃったり、なかなか難しい。なので一番難易度が低くて確実なのは、ちゃんとこの一足一刀のところから狙うと、一瞬で狙うというのが4つ目のコツです。はい、それでは5つ目のコツはちょっと足についての話なので、こちらのアングルでお伝えしていきますが、固定を打つときにこの右足ですね、この右足がこうやってまっすぐ出てるかっていうところです。固定を打つときに相手の返し技、こういう払い面だとか、こうやって固定に合わせて固定面だとかが怖くて、固定を打ったときに体がこうなってしまう方いらっしゃいませんか？怖いっていう、こういう固定いらっしゃいますよね、きっと。こういう風になっちゃう。これって固定をちゃんと捉えるにはあんまり賢い体勢じゃないと思います。また同じようなところですけれども、こうやって構えてる時に相手のこの固定を右固定を打ちたいという時に、こういう打ちがどっちに行ってるかっていうと、方向としてはこっちに行ってるんですよ。そうすると右固定が遠くなるんですよね。竹刀がここにあるわけですよ。で相手がこうやって面を打ってきてる、その状態をこっち側からこうやって狙うってかなり難易度が高いんですね。当たるかもしれないですけれども、相当難易度を上げてると思います。さっきは左手をちょっとずらしてても、こっちからこの固定を打った方がここでも当たるし、ここでも当たるし、ここでも当たるしいいですよと。でその時に相手の竹刀の壁はないんですよ。ここに相手の竹刀が実際あるわけなんで、それもなしにこうやって打てると。こっちから打つのはすごくガチャンってなりやすい。しかも当たるのここですよ、ここ。本来この手首の上を打ちたいのに、この側面をこうやって打つみたいになってしまいますんで、この固定の打ち方はあんまり賢くないと個人的には思います。なので固定を打つ時には右足は最初まっすぐ出すってことですね。これが5つ目のコツです。さっきの話からすると、左手が若干拳1つ分こっち行くんだったら右足もこっち行った方が打ちやすいんじゃないのって思うかもしれないですが、それはですね、
抜けるのがちょっと変な方向になると、固定って言ってこっちに抜けるんだったらいいですけど、大体固定で打った後に相手の左側に抜けていくんですよね。こっち側に抜けていくんで、それを思うとこっちに右足を出すのはあんまり得策じゃないと。なので基本通り普段目打ちを打つような前の出方をすると、って打つんですよ。本当にまっすぐ。そんなんじゃ1本返されちゃうじゃんって思うかもしれないですけど、本当にまっすぐ距離をバーンって詰められてる時の対応って相手にとってはすごく難しいんです。こういう打ちの方がまだ距離がある程度あるんで、ここから崩して打ってやろうなんていう風になりがちなんですが、ちゃんと真正面にドーンって一瞬で近づいてしまえばなかなか相手も対応できないです。で、斬新についてはバーンってまっすぐ右足はこうやってまっすぐ打つと。でそしたら横に抜けていくっていうのが個人的には一番しっくりくるなというふうにやってる固定位置ですね。こうやって構えているところからまっすぐこういう固定位置を打って、私は試合でこれで結構1本を取れているので、いいやり方なんじゃないかなというふうに感じています。はい、では最後に6つ目のポイントをお伝えしていきます。6つ目は今までは動き方の話で、最後この6つ目は打つタイミングの話、打つべき機会の話ですね。実際のところこの打つべき機会が一番大事です。打ちがあんまり上手じゃなかったとしても、この機会で打てれば1本を実際に取ることができると思いますので、これが一番大事だというふうに思ってください。それは相手が打ち始める前に自分が打ち始めることです。これについてはこちらの動画出花革命っていうところで詳しくお伝えしているので、この打つべき機会のその出花っていうことについてはこちらをぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、要はですね、出後手って相手が面に来るっていうところを見て、あなたが見てから面に来たぞ、よし面に対しては小手だって言って、相手が面に来て打ち始めているところから自分が打ち始めて小手って打つんですよ。そうしてしまうと遅いんですね。絶対って言っていいほど間に合わない。すっごい速くて一瞬でパーンって打つ方もいらっしゃるんで、絶対できないわけじゃないですけれども、絶対難しいです。相当レベルが高いです。なのでそれは私もしません。構えていてまず打ち始める順番としては、自分が先に小手を打ち始めるんです。それから相手が動き始める。そうすると相手が動き始める起こりのところとちょうど自分が動き始めて相手が来て小手って打つのが理想なんですよ。できるのそんなの予知能力じゃんってなるんですけど、それはこの動画でお伝えしているわけなんですが、結論を言うと相手の心を動かす攻めっていうのをこのタイミングでして、相手を誘ったり相手を怒らせたりすることによって相手を誘うと。で、いざ動き始めるのは自分から動き始めて、相手はたまらなく出てきていると、その瞬間を抑える。これが出後手のこういう言い方するともっとあるよって言われそうですけども、出後手の真髄って言ってもいいんじゃないかなと思うんですよね。これができると面に限らずどんな動きに対しても出後手って打てるんですよ。小手に対して小手だって決まります。本当に相手が小手面打とうと思っていたとしても、小手面の最初の動作ってこうですよ。この瞬間捉えれば小手対小手であなたの小手が勝つっていうことに実際できるんですよね。相手が打ち始める前に自分が
打ち始めて、それに合わせて相手が動き始める、そこを打つ。打とうの「う」を打つっていうのは本当にまだ動き始めてないんです。打とうっていう気持ちのその最初を打つんだっていう言葉なわけなんですけれども、打とうの「う」を打つんですよ。本当に構えて、ここで攻め勝ってしまって、それから自分が打ち始めてから相手が動き始めて小手が決まる。相手がこうやってちょっと竹刀をこうやって動かそうと思っているこの動きに対してだって小手って決まるんですよ。打たれたことありませんか？構えてる時に「やー」って言って自分は面も何にも打ってない、ただ相手が小手打ってきて、それに対して「はっ」って動いた瞬間にポーンって打たれて「小手あり」ってなって「え、俺何にもやってないよ、デコツじゃないじゃん、ただ当たっただけじゃん」っていう風に感じるっていう場面って経験のある方はあると思うんですけれども、そういうことなんです。それってデコ手が決まってるんですよ。打つ瞬間に自分がちょっとでもピクって動いているこの瞬間でもパーンって打たれてしまうと、それはデコ手です。なのでデコ手を打つ機会っていうのは相手が動き始めてから合わせていったら間に合わないなっていうことを理解するだけでデコ手の考え方全く変わってくると思いますので、ぜひそれを意識してみていただければと思います。さてでは、最後一覧でバッと表示しておきますね。ちょっと私も覚えきれないのでこちら読んでいきますけれども、手のさえ左手を若干左にする、で中心を取ってから打つ、で一足一刀の間合いから打つ、右足をまっすぐ前に出す、それで最後相手が動く前に打ち始める。はい、これら6つのポイントを直すだけでデコ手っていうのは飛躍的に本当にレベルアップすると思いますので、ぜひ皆さん試してみてください。この動画参考になったなと思う方はぜひいいねボタン、またこういった形で全国出場経験のある私ができるだけ分かりやすく皆さんにこうなったら良くなったっていう部分をお伝えしていこうと思っておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。